ウナ整う。失礼します。おはようございます。天木純です。お願いします。お会いしたことありますよ。覚えてますか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど入ってこられた時に、仕事一緒にやってますよ言うて、何してましたか？何の番組かはちょっと、はい結構前だったと思うんですけど、3回ぐらいお会いしてると思いまあ、す。そうですか。覚えてないですか？もう覚えてない。ガーンもともと人の顔を覚えるのが苦手な方やから。あ、そうなんですか？そうやね。めっちゃ覚えてます、私はもう。もう昔からテレビで見てたので。あ、そうですか。はいありがとうございます。今仕事としては何をメインにされてるんですか？お仕事はですね、はいグラビアアイドルをメインに、はいもうタレント活動だったりとか、はいたまにドラマや映画に出させてもらったりとか、はい何でも屋さんです。まあ同じような前な。いやいやいや俺もグラビア以外はやってるから。でも今グラビアみたいな感じですもんね。今な一応グラビアみたいな感じやな、そういうの好きな人もおるか分からへんから、興味な何が好きか分からへんから確かに確かに父高いだけがグラビアは分からへんから。でもそうですね。ちなみに業界入って何年ですか？今年で13年目に入って、まあまあやな。そう意外とこんなこと言ったらなんやけど、はい。グラビアって潰しきかへんよね。だからグラビア1本だけっていうよりかはやっぱりグラビアアイドルとタレントなのか、グラビアアイドルと女優さんなのか、SNS なのか、何かやっぱ持ってないなんかないとやばいよな、そうなんですグラビアだけってだから何でも屋さんをしてるんですよ。で結局、グラビアは、まあ、入り口としてのグラビアはまあよしとしようよ、はい。今後飯食うていかなきゃ、結婚とまあ別やけど、うんうんうん寿引退がない限り、はいまあ飯は食うていかなあかんやんか、はい。そう想定した場合、何で飯食おう思てんの？今、うん世界進出を考えていて、なんでかっていうと私の SNS が総フォロワー500万人超えてるんですけど、そのフォロワー数のパーセンテージが日本人よりも台湾だったりとか、そのアジア圏の方が多いんですよ、なので日本ではもう十分活動したから海外に進出していこうっていうテーマスローガンを掲げていて、で実際にその海外からお呼ばれすることも増えたんですよ。どの辺？台湾、台湾、香港香港です。ああ、いいやん、はい、でやっぱそっちの方に行くと大きなイベントとかをするとファンの人がたくさんいるんですよ。でみんな「うわージュンちゃん!」ってやってくれてスーパースターになった気持ちになれるんで、へえ、これは夢があると思って。やんそれ。私は、世界に通用すると思いますか？いや、それは国によって美しい女性の概念が違うから、それは絶対どっかにあるよ、合う国が。どこの国がおすすめですかね？いや、分からんけど一発当たんのは、これ正直モロッコ。なんで？モロッコがイスラム圏なんやけど、イスラムの要素がちょっと緩いので、クラブとかあんねん。なんやったらモロッコにクラブを持ってるアラブの石油王の息子とかおんの。それ何？玉の腰に乗るってこと？そう。ねえ、違うってそれは無視してるんじゃないですよ。いやでもこの間聞いたんは、これでお前遊んどけ言って、日本人の女の子が渡されたカード2億やったらしい。それ大丈夫ですか？言って。大丈夫やろそんなの。そのアラブの石油王から渡してんの、2億。私そういう話をしてるんじゃなくて、どこの国だったら人気になりますかっていう話。どこで人気になるかっていうのは結局どこで売れるかいうことが直接お金につながってるやん。あ、じゃあお金をもらったらいいって話ですか？人気ってお金につながるやんか。そうですよね。だから結果的に結果的にそうやんか、はい、だからモロッコは激アツちゃうか言うてんだから。なるほど。で海外のグラビアってさ、日本みたいに寸止めじゃないやろ。そうなんですよ。グラビア行ってしまうんよな、最後まで。グラビアは日本の文化なんですよ。本当にもうまとってるっていうのが。そうキャバクラとかっていうのもあれ日本独特の文化だよな。あ、そうなんですか？結局最後までどの国も大体ついてるから最後まで。こっちの女の子は最後なし、こっちの女の子は最後までありますよっていうのが大体海外やから。そうなんだ。セクシー女優さんとグラビアアイドルっていう分け方がされてるじゃないですか。それのないもんな。そうなんです。グラビアっていう文化をやっぱもっとみんなに知ってもらいたいなっていう。いやいやそれは、悪いけどあなたの力では無理です。なんでやねん。なんでやねん。やっぱり文化を変える、カルチャーを変えることは
無理です。でももう大人気なんですよ、私海外でも。はい。見えないですか、大人気そうに。でも大人気やったとて、いろいろあって、気づいたらすっぱだかになってます。マジ？一連をすっぽんぽんになってると思います。海外に行ったら。その読みは外れます。いつも1年以内にすっぽんぽぽんぽんです。いやすっぽんぽぽんぽん、まあなってますよ、もう。それで言うとなってんの？だから見せてないけど写真集でこう。違う写真としてもう脱いでる、脱いでる状態に1年以内になっております。お楽しみください。お楽しみに。そういう、そうで、海外に行きたいって言ってるんですけど、問題が一つありまして、私飛行機がめちゃくちゃ怖いんですよ。ちょっとパニックになっちゃう。それからなんだ。そう。それかわいそう。そうなんですよ。それな、俺がもう全く何にもないから。揺れてもですか？もう乗る前に家族とかなんか友達に今から飛行機乗ります、また生きてたら LINE します、いつもありがとうって絶対遺書送ってます。グラビアなんで沖縄とかハワイとかしょっちゅう行くやろ？ハワイはそんなしょっちゅうは行かないですけど、やっぱ沖縄とか。沖縄なんて飛行機じゃ、船でも行けるけど、船やったら生きて帰ってて2週間やもんな。そうですよね、時間の無駄になっちゃうっていうか。でも絶対落ちないよって言われながらだよねって言うんですけど。いやでもたまに落ちるからな。そう、たまに落ちるじゃないですか。でも生まれた瞬間に死ぬことは決まっとるからな。決まってるけど早すぎる。だからどこで死ぬかは選べへんけども、死ぬことは決まっとんねんな。だからそれが早く来るかゆっくり来るか、しゃあないじゃん。運命ですかね、もう。運命。そう運命。だから飛行機で落ちて死んだとて、悔いのないように前日まで飛行機に乗る時まで生きてたらええやん。だから死ぬ時に飛行機でバーン落ちていく時にあれ食いたかったとか、あれしといたらよかったって思い残さんように、食いたいもんしこたま買うてから飛行機乗ってそれバーッ食うくらい落ちていきながら窒息死しちゃうじゃん。うわーって、どうせ死ぬねんから窒息したってええやん。かわいそう。なんか家族と私が対面した時に喉にめっちゃ詰まってます。詰まったらね、この食い地張ってた子やからなーって思い出残る。はる。サウナ整う。私にはもう一つ悩みがあります。私はいつ結婚していいんですか？別にいつでもええやん。言われると思いましたよ、そうやって。もちろんいつでもいいですけど、29歳にもなって、なんか今結婚したいパートナーがいるっていうわけじゃないんですけど、なんか大体グラビアアイドルって結婚すると男性ファンが減るみたいな言うじゃないですか。叩かれるんですよ、結婚発表すると。ほらとかなんか。でもそりゃそういうやつもおるやろな。程度の低いファンなんやな。違うあなたのファンは違う、私は程度の低いファンや。私がっていうか他の人たちがグラビアの先輩方が結婚してるのを見て、なんかあんまりいい印象がないなっていう、裏切るんだとか言ってる人たちもいるし、いやおめでとうございますって言ってる人もいるし、裏切るも何もないよな別に。とか逆恨みとか怖いし、だからそれを防ぐために私は撮影会とかそういうイベントで、私が結婚したらどうするとかそういうのをつついてるんですよ、ファンの人に。まあ寂しいけどでも純ちゃんの幸せだしって言ってくれる人もいるし、絶対嫌だっていう人もいるし。それはそうやってファンに聞けや。俺は別に聞かれても、いや俺はいつしてもええと思ってるから別に。そうですか。そんな別に何言われたってこの人を、と一緒にお墓入ろうと思った人がおったら結婚悲しいから僕の奥さんはこの間一緒にお墓は入りませんって言ってましたけどね。すいません、本当にすいません。だから僕だけはお墓を買うことになりまして今探しております。なんで一緒に入ってくれないですか？2回文集に載ったから。そうか。残念でしたね。残念です。人生1回ですからね。いやでもそういうことだからね。いつでもあなたの好きなように人生設計立てたらいいと思いますよ。ありがとうございます。腑に落ちました、これは。そうですね。どんな男性が理想なんですか？
結婚相手だから、結婚するんやったらというくくりで、どういう男性がいいのかというのをちょっと教えていただけますか。結婚するんだったらこのファンの方に勘違いしてほしくないんですけど、本当にファンの人ぐらい私を好きって言ってくれる人がいいんですよ。でもファンの人じゃないっていうどういうなんていうか難しいなそれ。そうだから好感度を上げたいために言ってるわけじゃなくて、ファンの人ぐらい無条件な愛情を注いでくれる人がいいけど、じゃあ僕って言われるんですけど、それは違うじゃないですか。みんなと結婚できないから、だからファンとは結婚できないんですよ。どうしたらいいですか。いや分からん、何言うてるのかよく分からないで、じゃあその、気持ち的にはじゃあそこはまずクリアしたとしましょう。はい。クリアした人が現れました、次の条件は昭和っぽい心の持ち主。パンチパーマ。違う、心って言ったじゃないですか。ああ心な。なんか義理がたいとか。ああはいわかります。あいつにはちょっと世話になってるから。そう絶対に義理事を欠かさない。そう義理、そこですね。大体でも昭和の男ってソフトパンチにキティちゃんのセットやろ。何ちょっと嫌だかもそれ。ソフトパンチにキティちゃんの草履やな。草履な B 草履な便所スリッパみたいな。違うそれ違う、お前がほんでパソルの時は俺全然「せいじゃないとお前!」ってそっちじゃないダメ。あそう落ち着いてる落ち着いてる昭和男子みたいなのがいい。まあわかりました。人それぞれの昭和があります。はいそうです。ちなみに坊さんはお坊さんちょっとよく想像ができないですけど、なんかチャラそお坊さん。う。なんかそういう例えの番組ありません？お坊さん系の。あそうなん俺ちょっとわからない。お坊さん実は寺の中でとか。それ AV の話ちゃう。そういうこと？AV やろ。間違えた。でもまたお坊さんが今奥さんの来手は少ないって言って、奥さん嫁いでくれる人が少ないと、お寺にちょっと問題になってるんで、お坊さんとのお見合いパーティーを、婚活パーティーをしよう思うんやけど、声かけたら来てくれますか？はい、行きます。あ、来てください。よかったわ。新しいジャンルです。お坊さんの奥さんになったらやらなきゃいけないあれは何ですか？いや、それ何にもないね。水着でもいいですか？水着でもいいです。じゃあもうお寺グラビアずっとやる。お寺グラビアずっとやってくださいよ。今日のおかみさん。ちょっと和の感じ私結構似合うんですよ。かもわからへんね。一日一善。蔵の前の掃除をする。水着で蔵の前を掃除するおかみさん。でも占いで前世巫女さんだったって。それ神社から逆やけど、いいです。でもいいです。それいいですよ。だから近しい感じですから。じゃあぜひお声掛けさせていただきます。ありがとうございます。新しい出会いを私に。はい、皆さんに。じゃあということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。すっきりしました。